皆様こんにちは、おともです。加工トン電乾燥から2週間余り、そろそろ次行くぞ。使うのは超有名なあの武将、三国志と聞いて知らない者はいない軍人。一戦排水なし修羅関羽伝。挑戦開始だ。紀元2世紀末、400年にわたり天下を治めてきた漢王朝にも、ついに斜陽の時が訪れようとしていた。腐敗した政態に不満を抱く人々が、大権領主と号する聴覚のもと、大規模な反乱を起こしたのだ。これに対し漢王朝は、各地に不令を出し討伐軍を編成、事態の収拾に乗り出す。これを知った関羽は義憤に駆られ、義勇兵として馳せ参じる。そこには関羽の人生を変える出会いが待っていた。拙者らは急ごしらえの部隊へ編入ということか。いえ、予想以上に多くの義士が集まったとのことです。そのため我々は最前線での遊撃の任務を与えられました。いえじゃねえだろ。最前線で遊撃なんざ勘定に入れてねえ捨て駒じゃねえか。よしとしよう。お主も拙者も今はただ武にて乱を鎮めるのみ。だが願わくは、志を重ねるに足る御仁と共に歩みたいものよ。軍団長殿、関羽殿と張飛殿をお連れしました。よく来てくれた。私は中山西王劉将が末孫劉玄徳。悪逆を討ち官室の身を守るため、共に力を尽くそう。武器はこちら、標準武器です。いつもの。そんで今回から一戦排水なし修羅関羽伝で、敵軍団全滅全先行達成込みでの真の三国無双を目指していきます。その課題となるものが、いや何が課題なんですか？課題などない。課題なんてないんだよ。これまでの3人は本体性能や構成ステージの関係で、3600人の撃破数稼ぎに工夫が必要だったけど、関羽伝は撃破数を稼ぎづらいステージがない。まあ強いて言えば後半の半上5上限だけど、それでも許容範囲内。総獲得部分と総クリアタイムはもともと何の問題もなし。そして全先行達成と敵軍団全滅も、関羽の強さならノープロブレム。関羽は超モーションの類だからな。火力も超攻撃に覚醒極み&延長強襲で、死角なし。軍心に余計な小細工は必要ないのだよ。そういうわけで楽しく攻略していけば、真の三国無双まで楽しく到達できるでしょう。攻略動画とは、たまにはええやろ。前3人は結構神経使ったからな。弾の昇級振ってこった。それじゃあ始めるぞ。関羽伝第1章。黄巾の乱。漢王朝の腐敗により起こった、太平道による動乱。その渦中で義心に燃える関羽は、共に歩む大使の持ち主と出会い、運命の一歩を、歩み出す。神草を先導する邪教の領主、張角を東西に分かれ進み、敵を攻撃せよ。では始めるぞ。まずは南西から攻めていこうか。敬遠気を切って拠点を落としつつ、レンズを上げる。関羽の特徴といえば、この大きな踏み込み、強大な演説塔で前方を投げながらぐんぐん前進することで、後方からの補足を寄せ付けない。それを生かしてまずは敬遠地を撃破。拠点も制圧。できれば伝書が欲しいです。ここの拠点成長はドロップ率低いが、果たして。拠点、関雲長が制圧した。南西砦制圧、立ち上がりは順調。伝書は出ませんでした。まあしょうがない。
続いて羽橋を落としつつ付近の敵軍団を一掃しましょう。その場で防衛してるのは東モだけだけど、羽橋以北の一帯に入ると、中央の砂漠地帯から応援がやってくる。とはいえ距離があるから、羽橋降下後に相手すればいい。関羽といえばこれだよね。関羽の代名詞とも言えるこの強攻撃。大きく踏み込みながら、強烈な投げ払いのレベン撃。リーチ範囲申し分なし、全弾武器属性が乗る。そして締めにはドーム上後半に衝撃波で、周囲を一掃。まさに無双って感じの爽快攻撃。話を戻して羽橋の効果作用。敵兵が邪魔しにたかってくるんで、今しつつ削りましょう。そういうのが面倒なら乱舞で、関羽は集団いなし性能に優れる。これくらいはお茶の子さいさい。よし、こうか。これで戦闘1達成。なんかそこそこ硬いんだよな羽橋。一応破壊スキルとかあれば早く壊せるけど、さすがに使わんでしょ。交渉工場を倒します。こいつらがさっき言った砂漠地帯から移動してきた連中。副将食いてないんで、逆になんてことはないです。ほい、まずは交渉撃破。そのまま交渉も。交渉機銃撃破、絶えないものよ。続いて中央陣地を落としていく。3方向から進軍した味方が、ここで一旦集合するんでね。見ろ、大剣漁師長角様だ。進め、共に新たな天下へ。高均等、士気上昇。まあ気にせず攻略を続けましょう。中央陣地を守る破砕を切る。破壊というと、昔あった5連覇のミスプリ実況を思い出す。ミスプリ家臣将軍。懐かしいな。昔よく見てた。結局完走されずに失踪しちゃったのが惜しい。中の人は元気だろうか。5連覇の動画は撮る？どうしよっかな。いつかは撮りたいけどね。やるなら自分突き切りなしで、修羅の操作モード攻略とかになるのかな。できんの？やったことあるよ。録画はしなかったけど、特に急ぎのプレイをせずにまったりやって、12時間くらいかかったっけ。容量を抑えればそこまで難しくはない。動画作るならその辺をまとめようかな。話しつつ破壊撃破、ちょろいちょろい。このまま陣地も制圧。落としました。早いねー。連所が欲しいなー。落とせよ。今日はひどいっすね。まあいい。次は東砦の共演をくり抜いておく。戦意にもよるけど、この人が画面外だとそこそこ耐えるんでね。面倒いんで事前に釣っておくことで、味方にスムーズな攻略を促す。わー。タメ上もいい感じ。全部無限で後半にドーム衝撃波がつく。共演で倒す。ガードしてるから背後から。よしよし。あとは死ぬまで連撃じゃ。共演撃破、快適快適。やっぱ難度1目だけあって、敵が緩慢。よし俺も負けてらんねえな。上皮に褒められた、嬉しい。前半戦終え戦況確認。現在開始4分4秒。特に問題ないね。じゃあショートカットで祭壇へ直行。いえやはりショートカットは正義。戻ったら聴覚の弟、再起、あと付近の連中を倒していく。ちなみに長老と超慢性はハイパー状態。結構硬い。その上で長老は前衛兵、超慢性は近くの火炎砲台で攻撃してきます。安易なラッシュは通らず、油断してるとボコボコにされます。要注意。難度1にしては実は結構ハードなんだよな。ここ。そうそう。これならむしろ5分平成戦とかの方が、初回っぽい。まずは1個目の再起破壊。これで敵本陣への大階段上半分が通行可能に、こっちから長領の方に直行できるようになったな。強襲速度、北東を一気に殲滅する。関羽の強襲は覚醒極みに延長付き。長時間効果力と超アーマーをぶちかませる。さらに伝承袋まであるから、この強襲を全然使用可能。まさに変身。この30秒のうちに、敵所厳正超慢性を一掃する。というわけで厳正撃破、あとは超慢性。首を洗って待ってやがれ。到着、超慢性をする。関羽の最大出力をぶっかませ。この覚醒極み強襲強攻撃。超
超慢性撃破、これが力だよ。圧倒的火力すぎる。これで分身。これで北東の敵は一掃できました。このまま北西の敵も片付けましょうか。長領。お前も確定極みの餌食にしてやる。ちなみに長領の幻影兵は、攻撃すると次元爆発モードに移行。できるだけ触れないように。さあ話してるうちに再び行くと。ぐるん、ぐるん。長領撃破、ちょっとこんなもんよ。やっぱ強すぎんだろ確定極み。じゃあ再起のコアステット。これでよし。下半分の砂陣も消滅。家臣ら味方本体の新聞路が開かれた。と言いつつなぜ西へ行く。見ればわかる。まだあそこに2軍団も残ってるのか。今回の攻略ルートだと結構残っちゃうんだよねあの場の敵。長円みたく先に振っておくべきだったかな。まあいい、倒しに行く。強襲切れる前に1人くらい持ってけるかな。ああ、切れちゃった。もうさすがに棒を挟むかな。ちなみにこの関羽の延長強襲の30秒。これは長いようで実はそうでもなく、的確にさっさとコンボを叩き込んでいかないと、意外とすぐに切れちゃいます。関羽の真骨頂は強攻撃出し切りや、全攻撃後半の大回転蹴り。だから1回ごとが決めにかかる時間が長い。そうそう。まあ連ループでも十分強いけどね。長打ちランブも自由に途切れやすいから、安易に頼るとダメージを稼げない。という感じで、30秒という時間に甘んじず、発動タイミングはしっかり見極めましょう。ここが、というタイミングで発動して、一気に叩き込むべし。話を戻して再現衝撃波、ちょい時間かかった。これで残る敵軍団は敵本陣の連中のみ。仕上げにかかるぞ。見事だ。足をも震えさせるほどの早々に褒められた。嬉しい。一応残りの敵を確認。残り敵将5人。よしよし、これなら伝書2枚で十分倒しきれる。それじゃあ最終戦始めるぞ。黄金塔の息の目当て面、強襲の発動じゃ、敵将を投げ払え。行くぞ。確定極み強襲連無連大回転ラッシュ。まずは鍵貫中撃破、振り出しに、あと3人。お前らの強襲の旅にしてやる。廊下も切った。あと2人じゃ。強攻撃破、あとは聴覚だけ。しっかり斧を拾ってっと。そして最後の強襲も発動。これでとどめを刺す。残り2割。これでフィニッシュ。ぐるん、ぐるん。バーン。聴覚撃破、これで攻略完了です。戦なく快適にクリアできたな。さすが関羽だぜ。点がまだはるかだ。邪教黄金塔はここに壊滅した。皆よく戦っているんだ。勝ち時をあげよう。関雲長、意を貫き進むのみ。よっしゃ、これで俺たちの勝ちだぜ。いかがされた劉備殿。この勝利、上辺を作ろったに過ぎんのではないか。道を誤った困窮の民を切ったところで天下の乱れは収まるまい。ならば聞かせていただこう。貴殿の大義は何を切る。民の平穏を損ね道を踏み外させたその根源たる歪みを。劉備殿、この関雲長、貴殿を支える刃として共に歩ませていただきたい。おお、そなたのような男と共に歩めるとは心強い。へえ、面白そうじゃないか。俺も混ぜてくれよ。我ら今ここに兄弟のちぎりを結び、その生死を共にせん。クリアタイムは7分37秒。さっぱり終わったな。
撃破数も613人。申し分ない。堅実に稼いでいこう。という感じで今回より、関羽伝動画撮っていきます。また皆様、感想までしばしお付き合いください。では、関羽伝第1章はここまで。ご視聴、ありがとうございました。